親父、大事な話があるんだ。俺、整数マスターになろうと思ってんだ。認めん。はい、ということで今回こちらを考えていこうと思います。こちら慶応大学で出題された問題です。25m プラス 17n イコール1623。これを満たす正の整数の組 mn を求めよう。こういった問題を考えていきたいと思います。こちら非常に有名な話題で、二元一次不定方程式なんていうふうに呼ばれているもので、今では高校の教科書に書かれていたり、あとはセンター試験でほぼ毎年のように出題される、そのぐらい有名で典型的な話題となっております。おそらく一番オーソドックスな解法っていうのが丸1番。積の形を作成して約数倍数に注目していくような、そんな解法なんじゃないのかなと思います。具体的には、今回の例で言うと、この関係式を満たす整数 mn を何か頑張って1個見つけてきて、それを代入した形との差を取ることによって、1623っていうのは打ち消し合って、結局積の形が作成できるよと。あとは倍数に注目していくことによって、この一般解が分かって、そういう風な感じで処理していくっていうのが一番オーソドックスで、多分教科書に載っているのもそういう風な感じで進めていく解法なんじゃないのかなと思います。ただ、じゃあ自分が実際この問題解けという風に言われたらそうするんじゃなくて、自分だったらこの丸2番、あまりに注目して解いていくよ。そんな解法を選択すると思いますので、ここでもこの丸2番、あまりに注目して解いていこうと思います。じゃあ、余りというと、何かで割った余りなので、じゃあまず何で割った余りを考えるのか、合同式で言うと、もっと何で考えていくのかということなんですが、結論言うと、ここの17で割った余りに注目していきます。なぜかというと、もうちょっと簡単な形で、例えば 25m 足す 17n。1623ではなく、例えば3とかの場合を考えてあげましょう。この場合、25m で、この 17n 移行すると、マイナス 17n。あえて 17× マイナス n というふうに、これでマイナス 17n を表現しようと思うんですが、こういうふうな形に変形してあげると、25m を17で割った時の小がマイナス n で、余りが3。つまり 25m を17で割ると余りが3となるような、そんな m を知りたいよ。そういうふうにこの関係式を解釈することができ、1623。今回3だったので余りが3なんですが、1623。これ大きいからな、余りが1623にはならないんですが、それと同じようなことで、結局17で割った余りがどうなりますかっていうのを考えているよと同じことなので、そういうふうに考えてあげると、余りに注目するっていうのも、そんな不自然な発想ではないんじゃないのかなと思います。で、例えばこういうふうに考えると、もっと17だし、例えばこれ 25m っていうのを移行すると、要するにもっと17で考えていくか、別にこれ 25m を移行してあげて、もっと25で考えてもいいんですが、25と17で言うと、17の方が小さく、なんかで割った余りを考えるときに、その割る数が小さい方が扱いやすいので、自分だったらもっと17っていうのを選択するよと。なので、何か文字があった時のその係数っていうのをもっとなんとかにして考えていくといいんですが、その時の一番小さいやつを選択するよと。だからここではもっと17っていうのを選択して、ここで合同式を使って考察していこうと思います。そうすると、25m プラス、ここは17の倍数なので、もっと17で考えてあげると0と。で、1623。こういうふうな感じで n を消去したような、結局登場するのが m だけのような形の関係式っていうのを出すことができ、あとはこれをいじくっていこうと思います。じゃあ 25m。これ17っていうのを引いてあげると、これ 8m というふうになり、1623、17で割った余りを考えるんですが、例えば1700を引くとマイナス77。で、17×5 とかというふうにすると、85というふうになるので、85から77っていうのを引いてあげて、これに85を加えてあげると、結局これっていうのが8というふうになるので、8m と8が合同ですよと。じゃあ、今回この形になっているので、一応、ちゃんとやるんだったら、8を移行してくくってあげれば、8倍の m-1 っていうのが、17で割った余りが0になりますよと。8×m-1 っていうのは17の倍数なので、結局 m-1 っていうのが17の倍数ですよと。つまり、m っていうのを17で割った余りが1ですよというふうな感じで、こういうふうに出すことができました。今回たまたま左辺が8で右辺が8だったので、要するには8で割るよと。17と互いにそうだ8で割るっていうことはできるので、合同式においては。8で割ってあげれば m 合同1というふうに出すことができました。ちなみにこれ今回たまたま8の倍数というふうになったので割り算したんですが、仮にそうじゃなくて、例えば仮に今回は違うんですが、8m 合同1もっと17。ただこうなったらどうするんだということなんですが、この場合、これ両辺2倍してあげて、16m 合同2もっと17と。これ2倍すると、17に近い数で、これ 17m 引いてあげればマイナス m 合同
2と。つまり m 合同マイナス2というふうに出すことができるので、違ったとしても何とか倍して係数を上げて、この数を下げていくみたいな感じでやっていけば、この関係式出すことができるので、いずれにしろこの m っていうのが17で割った余りがどうなるのかっていうのを考えていく。こんな関係式にしたかったわけです。でもこうするともうほぼおしまいで、じゃあ m っていうのは 17k プラス1というふうな感じで書くことができるよと。k っていうのを整数として17で割ると余りが1なのでこういうふうに書けるよと。さらに今回正の整数というふうに言っているので、k っていうのは0以上の整数というふうな感じで、こういうふうに書くことができます。あとは、これを元の式に代入してあげれば、n の値っていうのが出てくるんですが、25×17k プラス1足す 17n イコール1623と。これ n イコールというふうにすると、これ17でこの k の部分っていうのは割れるので、25×17k を移項して、マイナス 25×17k。さらに17で割るので 25k と。プラス、定数の部分は1623を25引いてあげて、これイコールと引いて、それを17で割るよと。つまり17分の1525を引くので98と。23引くと1600。そこから2を引くので1598。で、1598を17で割ると9ぐらいですかね。7、9、63。で、1×9 なので153。で、68。なので4。で、7、4、28、68で0になるよと。つまりこの部分っていうのは94と。94。つまり m っていうのが 17k 足す1。n っていうのはマイナス 25k 足す94というふうに出すことができました。さらに今回は正の整数。n っていうのも正の整数というふうに言っているので、これが正ですよと。つまり、k っていうのは、移項すると 25k で25で割ってあげると、25分の94より小さいよということなので、0以上25分の94未満。では、0、1、2、3。で、4というふうにすると、k が4っていうのは25分のちょうど100の瞬間なので、これを満たしていないよと。だから、k っていうのが0、1、2、3の時ですよと。あとはこれ mn の値を求めてあげれば、k イコール0とすると1、94。1というふうにしてあげると18。こっち側っていうのは25を引いてあげるので、69か。っていうのと、2というふうにすると35。こっち側2というふうにすると50を引くので44と、あと最後は3というふうにしてあげると、51足す1なので52。こっち側の方に関して k イコール3、75っていうのを引いてあげると19。という感じで、今回この4つですよという感じで出してあげることができました。なので、合同式25か17のうちのもっと17の方で考察していって、結局 m 合同というふうな形にすると17で割った余りが1。じゃあ 17k 足す1というふうに書けるので、もうこれで一般解出てきたよと。あとはこれ代入して n の方を求めて、あとは範囲の情報、正の整数というふうに言われているのは k が0以上。これも正ですよということで、その範囲にあるような k を出して、あとはそれ代入していくことによって、これで求めたい情報、正の整数の組 mn っていうのを出すことができました。はい。こういうふうな感じであまり注目していく方法だと、多分普通にやっていくよりもちょっと早くできるんじゃないのかなと思いますので、自分だったらこういうふうにやっていくと思います。はい。で、もし普通にやっていく場合っていうのは、頑張って1個見つけていくよと。25m 足す 17n イコール1623に対し、今回ちょっとこの結果を借用しますが、結局1と94っていうのが出てくるはず。25かけ、必要があれば誤情報とかを使えば導き出すことができるんですが、17×94 イコール1623というふうに。この関係式、今普通にやっていく場合っていうのは、この関係式に対して、194みたいな、一組頑張って見つけてきてあげて、これ並べて引き算するよと。25の m-1 足す17の n-94 イコール、こっちが打ち消しあって0と。だから25の m-1 イコール、これ移項するとマイナス17の n-94 と。これで積の形を作成することができ、なので m-1 っていうものは、結局 25×m-1 っていうのは17の倍数というふうになっているよと。で、25と17は互いにそうなので、こっちが17の倍数。これは 17k というふうに書けるよねと。じゃあ m っていうのが 17k 足す1ですよと。
当然結論としては同じなんですが、普通にオーソドックスにやっていくとこういう風な感じの流れになると思うんですけど、これわざわざ積の形を作成してそういう風にやって得られた結果なんですが、結局注目しているのはこうやって結局17で割るとあまり1ですよねっていう主張なので、なんか個人的には少し遠回りをしているようなそんな気がしていて、あまり注目する方がもうちょっとこの形を直接処理しているような感じがするので、個人的にはこっちの方が好みなので、自分はこういう風に解いていくよと。ちょっとした違いではあるんですが、例えばセンター試験みたいに時間に追われるようなテストだとすると、例えばこういうのを検算用に知っていたりだとか、あとマークだったら答え出すだけでいいので、そういう時には早い方知っていて損はないのかなと思いますので、そういうところで参考にしていただければいいのかなと思います。はい、とりあえず今回はこの二元一次不定方程式であまりに注目した解法っていうのを紹介しました。今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。